はい、おはようございます。今回16回目の歯列矯正の調整が先日終わりました。ということでの報告の Vlog を撮っていきたいと思います。この前ね、妹が、私は沖縄に住んでるんですけど、妹が県外に住んでいるんですよ。で、たまに電話とかするんだけど、何気ない、たわいもない話をしている中で、なんか言われたのが、ねえ、姉ちゃんさ、YouTube 見て思うんだけど、なんか人中、ここだよね。鼻とこの上唇の間、人中短くなってないって言われたんですね。私実はさ、皆さんにずっと言えずに黙ってたんだけど、これ何ヶ月前かな、もう結構前から実は自覚あったんですよ。人中なんか私短くなってないとかって鏡見ながら思ってたんだけど、なんかね、ずっと言えなかったの。ずっと隠してたの。これなんでかっていうと、なんかさ、やっぱ歯列矯正とか人中とかっていうのを、ごめんなさい。Google 検索とか YouTube で検索すると、人中長くなったとか、人中伸びたとかっていうのは結構出てくるんですよ。そこに対してのなんていうのかな、動画とかは出てくるんだけど、人中短くなったっていうのがあんまりないんだよね。長くなったに比べて。私がこう自分の人中、ここが短くなってるっていうのを感じるのは勘違いかなってずっと思ってたの。だからやっぱりこういう発信をする場で言うのはどうなのかなっていうことでずっと控えてたんだけど、実の妹、家族、私の昔の顔から知っている人からそういうふうに言われたから、やっぱそうだよねってなって、ちょっと今回話をしてみたいなというふうに思ってお伝えをしようと今動画を撮っております。なのでね、ちょっとこの昔の写真、私が歯列矯正をする前のこの辺りの写真と最新のこの辺りのねの写真をこう比較できるような形で後半でまたお見せしたいなと思っておりますので、よかったらそちらもご覧になってみてください。では最初にですね、16回目の歯列矯正の、ご報告ということで、また写真を載せていきたいと思います。はい、それではどうぞ。もう毎回ワイヤー変えるっていうだけ。ワイヤーを変えて、ちょっときつく締めてもらうっていうことで、先日、調整終わってから、やっぱり2、3日、1週間ぐらいかな、はやっぱり痛々してたんだけど、もうだいぶご飯も食べれるようになって、今は体調的にはいい感じです。なんかね、もう前から見た感じだと、歯の隙間も目立たないし、もう、結構いい感じに進んでるんじゃないかなとは思ってます。この顔の右側、私の右側ね、の隙間はもうだいぶこう狭くなっています。特に下、お見せしますよ。ちょっとアップになります。上は赤。もう本当にね、多分もうあと数回調整したら閉まるんじゃないかなっていう風に期待をしている。もうめちゃくちゃ嬉しい。これ、もう多分もうここ、右側はもう多分数ヶ月で閉まると思う。なんか最近早いです、動きが。なので、いい動きをしてるんですけど、左側、顔の左側ね、はまだまだなんかね、隙間がありますね。ちょっと見せます。こういう感じ。上は5番目なんですよ。抜歯してるのが、下、上、2本ずつ、合計4本抜歯をしてるんだけど、こ
こっち下ここの上は前から4番目を抜歯してるんですよ。ただね、ここの上だけ、左の上だけ5番目を抜歯してるんですね。これ前の動画でもお伝えしてるのでよかったら見ていただきたいんですけど、5番目っていうのはもともと神経を抜いた治療を昔にしていたので、その生きた健康な歯をね、4番目の歯を抜くよりも5番目の神経を昔に治療した歯っていうのを抜いて、その隙間を埋めるような形で歯列矯正やっていった方が、私のこの健康な歯を残すっていう部分でもいいんじゃないかっていうふうに先生とのカウンセリングの結果で4番ここだけ5番目の抜歯をしての歯列矯正をしているっていう感じになります。なのでちょっとここね、顔こうガーって開けてもね、なかなか見えないんですよね、5番目だけは。なのでごめんなさい、ちょっとなかなか見えづらいではあるんですけど、左半分に関してはちょっとまだ動きはのんびりしてますここの半分ね。ただ右側に関しては割と動き順調な風に私自身も感じているので、右側が先に終わるというか閉まるんじゃないかな、この隙間ね、抜歯部分の。だからここが安定してきたらもうこっちにあと注力するだけなので、流れとしてはいいんじゃないかなっていう風に私自身は感じています。E ライン見ていきましょう。E ラインの写真こちらです。はい。口を閉じてる時よりもニッて洗った時はもうだいぶ綺麗な E ラインが出てきてるなって思っています、自分では。見えますかそう、E ラインはね、だいぶここがへこんだ分だいぶ笑いやすい、この口角が上がりやすくだいぶなっているので、この可動域がだいぶ広がりましたね。はい。なんか笑顔についての動画も前回の Vlog で話をしているので、よかったらこちらも見てみてください。はい。冒頭でも話したんですけど、妹と電話をしていたんですよ。で、陣中短くなったよねっていうので、我々なりに、私とか妹、似てる骨格だから我々なりに、でもさ、なんか陣中って長くなるっていうのとかよく 見かけるけど、 YouTube の動画とか Google 検索とかでもよく見かけるけど、短くなってるってあるのみたいなっていう話になったわけですね。でその時に我々姉妹の出た答えというか、このきっとこうであろうっていう落としどころとしては、もともと歯がちょっと出てたんですよね。歯っていうか、この上顎とかがちょっと前に出てる出っ歯のような状態だったから、そこを口を閉じるためにね、口が閉じにくかったわけですよ。なので口を閉じるためになんかね、ちょっと無理して閉じてたの。なんかみたいなみたいな感じで閉じてたから、閉じるためにここを伸ばさないと閉じきれなかったんですよね、みたいな。だからなんか鼻の穴とかもさ、なんか昔の方が見えてたと思う、みたいな感じ。そうだからなんかそこと比べて私の変化としては、笑った時特にやった時の陣中がここが短くなったりとか、この出っ歯が落ち着いたからだいぶ、こういう感じでなんか陣中が短くなったなっていう感じがしております。私の場合なんかさ、これも結構検索とか YouTube の方でも、そうだよね、検索をしたら出てくるんだけど、言えない唇がなんか薄くなったみたいな結果とかも出てくるんですよ。なんか陣中が、長くなって唇が薄くなるみたいなっ
っていうのも聞いたりとか Google 検索とかすると出てくるんだけど、私ね逆に唇厚くなった気がするんだよな。どうですか？ちょっと皆さんのご意見ください。なんかね、特に上唇がなんかこんな感じになったんですよ。なんかなんていうんだ、アヒル口なんていうんですか、アヒル口にはなくて、でもなんかこうツンみたいな感じに昔と比べるとなってると思うんだよな、自分では。なので、こういう骨格歯列矯正をすることで、こういう唇の変化とか、こういう陣中が短くなる人もいるんじゃないかな、なってると思うので、こういう風な変化の人もいますよっていうことを今回お伝えしたいなと思っておりました。はい、じゃあそういうことで今回も16回目の歯列矯正のご報告 Vlog となりました。最初と比べるともうだいぶ抜歯部分の隙間とかもちっちゃくはなっているんですけど、きっとまだまだ続きそうな感じがします。この歯列矯正ライフなんかね、もともとの約束が1年半年、約束っていうかね、先生に言われたのが、早くて1年半年ぐらいでは終わるかなっていうふうに伝えられていたので、もうそろそろその時期が来るんですよね。なので、次回先生とお話できそうであれば、あとどれくらいで終わりそうですかとかっていうのもちょっと聞いてこようかなと思っています。自分のためにもね、あとどれくらいで終わりそうなんだろうっていうのは知っておきたいので、ちょっとそこは先生にも聞いてこようかな、次回の調整の時にというふうには考えています。なのでまた何かそういうね、シェアできることを情報が入りましたら、また Vlog でご報告させていただきたいと思います。はい、ということで、今回は16回目の歯列矯正報告の Vlog となりました。いつもご視聴ありがとうございます。何か、質問だったりとか、何でもあればコメント欄いただけたら嬉しいです。いつもね、こうやってコメントいただいたらニヤニヤしながら見ているので、ぜひ何かあったらコメントいただけたら嬉しいなと思います。はい、今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。